こんにちは、ぴょんです。現在私は羽田空港国際線ターミナルに来ています。本日はこちらの NH879 便全日本空輸のビジネスクラスでシドニーへ行ってまいります。現在2023年夏時点では日本からシドニー行きの直行便は羽田空港からの1日4便のみ。4便いずれもファーストクラスの搭載がない機材でビジネスクラスが最上位クラスです。東京羽田空港からシドニー空港まで飛行距離は 7810km、 飛行時間は9時間35分。航空券の料金はこの動画の最後に発表いたしますので、いくらか予想しながらご覧くださいませ。羽田空港では荷物の預け入れが全自動の無人機になっていてびっくり。保安検査場の前に液体持ち込み用の袋が置かれています。本日のフライトは会食後でしたため、レストランから直接空港へ参りました。あまり時間がありませんが、せっかくですのでビジネスクラスのラウンジを少し見学いたしましょう。今年の年始とは比にならないほど混んでいます。アルコールやお食事など揃っていますので、早めに来てラウンジを堪能するのもいいと思います。ファーストクラスはありませんので、ビジネスクラスが最初に案内されますが、まずはお体が不自由な方などお手伝いの必要なお客様が優先の搭乗となります。30分前には搭乗口にいると安心です。今回は20分前にビジネスクラスの搭乗が始まりました。NH879 便の機材はボーイング787。ビジネスクラスの座席はスタッカード式といって互い違いになっているのですが、 1A、1H、9A、9H は前の席がない分スペースが広くおすすめです。ビジネスクラスはだいたい窓2、3枚分です。枕は分厚くてふわふわのもの。敷布団は快適な寝心地のために研究して作られたもので、中にくにゃくにゃとしたコイルが入っています。掛け布団はコンパクトにしまってありますが、広げると大きいです。ウェルカムドリンクをいただきながら早速スリッパに履き替えてリラックス。お持ち帰り用の袋と靴べら入りです。飛行機が動き始めました。夜の羽田空港は夜景が綺麗で大好きです。飛行機は何度乗っても離陸の瞬間の興奮がたまりません。ついに離陸しました。9時間半の空の旅の始まりです。飛び立ってすぐに右手へ旋回。手前に東京、奥に神奈川県みなとみらいの夜景です。小さくベイブリッジとランドマークタワーが見えています。アメニティはグローブトロッターのポーチに歯ブラシ、耳栓、アイマスク、日本のスキンケアブランド白のお化粧水とリップクリームが入っています。2回あるうち1回目の機内食は搭乗して1時間後くらいに提供されました。和食と洋食の2択から選んだのは和食です。
前菜は手前が鶏の八幡巻き、ブロッコリーの松の実味噌がけ、奥がカンパチの小袖寿司とカニ、湯葉、豆苗の梅肉あんかけです。メインディッシュは牛肉のトマトすき煮、紙包みの中は俵型のご飯です。セロリのお漬物がいい感じです。デザートはキウイ、パイナップル、グレープフルーツ、スイカ。お布団を敷いて4時間ほど眠りました。フルフラットになる座席が本当にありがたいです。着陸の2時間前くらいから2回目のお食事が始まります。2回目も和食と洋食の選択肢から和食を選びました。メインディッシュはバター醤油あんがかかったスズキのオイル焼きです。副菜はナスのオランダ煮。先ほども今回もお味噌汁の塩梅がちょうど良かったです。着陸の1時間半前、夜が明けてきました。モーニングコーヒーです。お願いした通り牛乳をつけてくださいました。見渡す限りに人が住んでいなそうな広大な砂漠と山が広がっており、見たことのない類の景色です。シドニー国際空港までもう間もなくとなってまいりました。だんだんと土地に人々の住んでいそうな気配がしてきました。ついにシドニー上空。映画や写真でしか見たことのない有名なオペラハウスやハーバーブリッジがバッチリと見え大感激です。シドニーの6月は冬の真っ只中ですが、最低気温が10度、最高気温が20度くらいの天気予報が続いており、日本の冬よりも過ごしやすそうな気がしています。オーストラリアでの滞在が最高すぎましたので、ぜひこの後に投稿する動画もお楽しみくださいませ。さて、帰りのビジネスクラス体験もご紹介いたしましょう。シドニー空港に着いて ANA のカウンターが目に入ってきた時、なんだか嬉しい気持ちになりました。大きな空港ではビジネスクラス以上の乗客は保安検査場も優先レーンで通れることがほとんどです。ANA ビジネスクラスの乗客は同じスターアライアンスのニュージーランド航空のラウンジを利用できます。調理のための設備に制限がある機内食と違い、ラウンジでのお食事は幅広いお料理が期待できます。選択肢が多く、自分の好きなものを好きな量いただくことができることも魅力です。立派なバーカウンターがあり、シェイカーを振るようなカクテルまでリクエストしたものを作っていただけます。世界的な設計事務所ゲンスラーがデザインを手掛けたおしゃれでモダンな空間。300席近くある広々した空間です。ニュージーランドのスパークリングワインでオーストラリア最後の乾杯。時間に余裕を持って空港に到着しましたので、ラウンジでのんびり過ごします。羽田行きのステータスはまだリラックス。シドニーを夜出発し、羽田に朝到着する便ですので、シャワーを浴びていきましょう。綺麗に整えられたシャワールームでリフレッシュできました。ニュージーランドの自然派シャンプーたちもものすごく良い香りです。
30分前に登場し始めれば良いと言われた気がしたのですが、35分前の今、搭乗口付近にはもう全然乗客がいらっしゃらず、少し焦りました。実際座席まで来るとまだたくさん他の方が後から登場してきたので大丈夫でしたが、この日は乗客が全員早く乗り込めたので定時より5分早く出発しました。アメニティポーチはイギリスの老舗高級ブランドグローブトロッターのものです。今日はいつもと違うデザインのものでラッキーでした。中身はおなじみのアイテムです。いよいよオーストラリアとお別れの時間が近づいてきました。オーストラリアで過ごした美しい日々が頭の中を駆け巡ります。自然が壮大で、どこで何を食べても美味しくて、気候が良くて、そして何よりオーストラリアの方々が優しくて温かい素晴らしい国で大好きになりました。オーストラリアでの滞在の様子は今後別の動画でご紹介いたしますのでお楽しみに。チャンネル登録がまだお済みではない方はこれを機にぜひ登録をお願いいたします。オーストラリア初ビジネスクラスの機内食をご紹介いたします。帰りも和食を選択しました。日本人の私はお味噌汁を飲むとホッとしますが、外国の方はこういう時に癒される故郷の味は何でしょうか。メインディッシュはタイのみぞれあんかけ、お刺身に炙りサーモン、甘味に抹茶の焼き菓子というメニューでした。無事に日本へ帰国です。それでは料金を発表いたします。ANA ビジネスクラス羽田シドニー路線6月の平日大人2名で往復の合計金額はおいくらでしょうか。正解は139万9140円でした。内訳はこちらの通りです。この動画を楽しんでいただけていましたら、ぜひいいねをお願いいたします。最後までご覧いただきましてありがとうございました。